ヤホーみんな息してる息しかしてない時丸です。何もない部屋で暮らしています。一人で。ネスカフェゴールドブレンドをいただいています。今日ね、朝起きてちょっと瞑想して、ふと思ったのは、これから完璧を求めない時代っていうか、不完全な時代が来るんじゃないかなって思いましたね。そういうのがふっと降りてきて、なんか完璧を求めないっていう話なんですけど、筋トレをね、今日ちょっとやったんですけど、いつものメニューをこなせなかったんですよ。だいたいプッシュアップやって、スクワットやって、で、ヒップリフトやって、で、逆転の、逆転のブリッジみたいなもののホールド、ちょっと名前ちょっとわかんないけど、やって、プランクやってみたいな、だいたい5種目ぐらいいつもやるんですけど、今日はちょっと半端に終わらせちゃったんですよね。ちょっと体調もあったし、気分もあったし、何かがあってね、なんか全部やりたくないなって思ったんですよ。で、途中でやめて、で、そこから瞑想に入って、そしたらその間にこう、ふっと完璧を求めないっていうなんか言葉が降りてきて、完璧をだから求めているんだなっていうか、自分が。で、物を持たない人とかミニマリストの人とか、結構その完璧主義に陥りやすいんじゃないかなってことも関連して考えたんですよ。やっぱりそういうこう物を減らすとか、物の数を数えるとか、整理整頓をするとか、管理をするとか、オーガナイズするっていうか、そういうことは基本的にその自分で何かをコントロールしようっていう意識が働いてるわけですよね。で、コントロールすればするほど自分が思うようにいかなかった時に、こう悔しいとか、なんかそういう感情が生まれてきたりとか、で、それがつまりその完璧主義。もっと完璧にやらなきゃいけない、完璧にやらなきゃいけないっていうところにこう、はまり込んでいく原因というか、不完全さを許容するっていうのかな。で、そういう話をするとよく、それはその諦めなんじゃないかとか、弱さ、ただ弱いだけなんじゃないかとか、そういう批判がね、必ず返ってくるんですけど、それはそれとして、もちろんそのありますよ。ある程度その自分自身で努力をして追い込んでいかなきゃいけないフェーズっていうのは絶対あるはずで、誰にも。どういう仕事であってもね、自分のプライベートとか性格のことであっても、追い込んでいかなきゃいけないフェーズっていうのは必ずあるんですけど、今この時代っていうのが、そういうこう不完全さを排除しようっていう風な流れに全体的に寄っているんじゃないかってことなんですよ。僕が言いたいのは。それはもう日本だけじゃなくて世界的にね。何でもその発言に対してエビデンスを求められることとか、例えば、どこに根拠があるんですかとか、どの論文がそういうふうなことを示してるんですかとか。で、もちろんそういうこうフェイクニュースみたいなものに騙されないためには正しい情報を取りに行くってことは大事で。でもなんかそれがあまりにも行き過ぎているからこそ、窮屈な世界にどんどんなっている。で、特に AI が出てきて、今その完璧な答えとか最適解みたいなものをこう誰でも探せるようになったと。ある程度課金すれば。その中でみんなが結局そっちの方向、最適解の方向に向かっていくと、やっぱりこれまであった文化とか、で人間が築いてきたそういうこう芸能とか芸術とか、
なんかそういうもの、まあもっと大きく言えばその人間らしさみたいなものが、どんどんなくなっていくんじゃないかなって。だからその完璧さよりも、自分はそのもっとその人間さっていうか不完全さ、そして生活感みたいなもの。まあ、この何もないね、そういう生活感のない部屋で何言ってんだって話ですよ。本当に。ですけど、そのなんか人間的生活感、雑味、みたいなもの、人間でしかできないもの。そういうところが大事なんじゃないかなっていうか、なんかそういうことを考えました、今日は。なんかアシュタンガ、ヨガとかの練習やってると、そういう時にも結構感じるんですよね、自分は。やっぱりこう中途半端に終わった時とか、最後までできなかった時とか、結構悔しかったりとか。で、それでなんか、なんて言うんだろう、その言葉にできない、本当はもうちょっとこうやってできるはず、やった方がいいのに、してない自分に対して、クソっていうこうなんか、ふっていうこうなんか、気持ちがすごいね、出てくる時があるんですけど、でもそれを感じた時に自分を責めないっていうか、ふっと抜いて、いいじゃないって、そこまでできたんだったらいいじゃないっていうか、なんかそういうことを、こう言ってあげるっていうのかな。他人に厳しい人、他人に厳しいけど自分に甘い人がいたりとか、自分に厳しいけど他人には甘い人がいたりとか、あるいは他人に対しても自分に対してもすごく厳しい人がいたりとかね。いろんな人がいると思いますけど、完璧を求めないことで、求めないっていう意識っていうか、そういうものがあるだけで、結構、日常の中っていうか、こう生活の中の色合いがよりこう輝いて見えるものがあるんじゃないかなって。そういうことを考えました。で、完璧を求めないことは、結構自然が教えてくれる。それも感じますね。普段ね。やっぱりこの間、僕今週ちょっと逗子の方の山をね、暑い中ちょっと歩いてきたんです。山というか本当にこう、里山みたいな低地のとこなんですけど、そこをちょっと久々に行ってきたんですけど、途中で雨降ってきて、で、結局途中で退散しちゃったんですよね。最後まで、自分がしてたルートまで歩き切らずに、結構降ってきたんで、途中引き返したんですよ。で、やっぱりその自然っていうのは本当に自分の思い通りにならないものの代表格みたいなところあって、で、それに対して、どうしたってしょうがないっていうか、もちろんこうやって祈ることはできますけど、自然にね。自然に、こう、太陽礼拝ずっとやってれば、ね、雨上がるかなとか、なんかそういう、昔の人たちはそうやってこう、祈りを、天に捧げてたんだと思うんですけど、でもね、どうしようもないんですよね、やっぱね。だからそこに、抗っても、本当にどうにもならないと、やっぱりその自分のコントロールできない領域の方が多いし、で、それはもう自然なことだっていうか、日本の出生率とかもそうですよ。ああいうのも、いくら子供を増やすね、施策を考えたところで、やっぱりその自然の営みの中のものですから、人間の。で、それをその政策とかで動かそうっていう意識がそもそも無理があるんですよ。でもそれには気づいてないっていうか、みんな。その政治家たちは。でも政治っていうのはなんかそういうこうシステムに対するというかシステムを作っていく立場であり、むしろ完璧主義、完璧さを求める方向にやっぱり動くものだと思うんですけどね。
でもちょっと政治は違うか。やっぱその民主主義とかの話になるとまたちょっと話変わってくるんで、僕が言いたいのはもっとその個人的なレベルで、本当に小さなところで、小さなところで完璧さを求めないっていうこと。なんかそういう日常をね、生きていけたらなって思ってます。これまで結構映像の仕事とか写真の仕事とか撮影の仕事やってきたんですけど、その中でもやっぱりいろんなレンジがあって、自分が行う撮影には本当にスナップみたいな感じで商品とか人物とかを撮るものもあれば、結構スタジオとかでガチガチにライティングを組んで、その自分の設定の中で何かを撮るものもあったりとか、あとはその撮った後にそれを今度レタッチとか CG とかの人たちに依頼をして、今こうね、いろんなとこでこうウェブ上とかでこう出てるような広告写真とか広告ビジュアルみたいに仕上げるみたいな仕事があったりとか、いろんな撮影があるんですけど、やっぱりその広告写真っていうのはおそらくそのガチガチにそのコントロールの極みのようなものなんですよね、それも。だからつまりその完璧主義というか、みんなチームが一体となって、その完璧なものを求めていくっていう方向性のもので、そうなってくるとどんどんその広告っていうのは、写真っていうのは、写真ではなくて、絵画じゃないや、グラフィックとか、CG の方に寄っていくんですよね。いくらそのテクニカルなことをやったとしても、結局そのデジタルのアプローチで、レタッチャーとか CG のクリエイターたちがそれに被せてやっていくと。で、さらにはもう、最近はまさにそのゼロベースで AI からね、それが生成できるっていう風になってきてるんで、撮影の技術がもうそこに代替されるような世の中にもうすでになってきてるわけですけど、しばらくハイブリッドでいくとは思いますけど、なんかそこも結局その完璧さを求めるものというか、完璧さを求める仕事がなくなっていくんじゃないかなって考えてるんですよね。長い目線で見ると。そういう意味で、逆にその完璧さを求めない、不完全さが売りであるような、不完全さがその制作のコアであるような表現。そういうものが多分今後は大事になってくるかなと思ってるんですよ。で、それが具体的に何かっていうのは、見えてないところがあります。表現の方法なのか、ツールが追いついてないのか、それに対するプラットフォームの問題なのか、あるいはインターネット全体のシステムの問題なのか。なんかデジタルに行き過ぎてるっていうのは、その完璧主義と結構近いところがあって、親和するところがあって、それはそのデジタルが01で作られるものだからっていうことですよね、まずはね。だからそこからちょっとこう、ずらした方向にっていうのが、やっぱり、完璧を求めないとか、不完全さの方、雑味の方、ノイズみたいなもの、そして生活感みたいなもの。なんかその辺が、これからの、これ個人的な話ですけど、自分自身のなんかキーワードになるかなと。今日はそんなことを考えました。いつもくだらない話に付き合っていただき、ありがとうございます。またね、ちょっと先ですけど、7月ライブ配信やろうかなと思ってるので、そちらもぜひご参加ください。今日は、お昼は、なんかね、サーモンを食べたいなと思ってるんですよね。最近もうなんかサーモンが好きですごい。熊になった気分で、もう、こうやって、川からサーモンを、こうやって、なんか取ってるイメージでスーパーの棚にある
こうブロックのサーモンをこう、完全に変質者です。あったかくなってくるというか、夏になってくると、こう、頭おかしいやつどんどん出てくるんで、皆さんも十分ご注意ください。また次回の動画でお会いしましょう。良い週末を。